春と、私、日本語をずっと勉強してるのに、どうしてなかなか上達しないんだろああ、みゆ、それ僕もだよ。本当にそう思う。う。単語はすぐ忘れちゃうし、文法もいつもごちゃごちゃで、会話もいざ話そうとすると頭が真っ白になっちゃうんだよね。そうなの。口ごもってしまうことが多いのよね。春とも？うん、僕も。テキスト通りじゃなくて自然な会話になるともうダメだ。頑張ればいつかって思ってたけど、何か違う気がしてきたわ。僕も同じ。ただ量をこなすだけじゃ壁にぶつかるんだなって。多くの学習者がきっと同じ悩みを抱えていると思う。だからこそ、この Japanese Listening with Miyu で、その共通の悩みに一緒に向き合っていこう。そうね。今日からその壁を乗り越えるヒントを一緒に探していくわよ。そう。本当にそう。ハルトだけじゃなくって、多くの人が同じように感じているのよ。へえ、やっぱりそうなんだ。具体的にどんな時に壁にぶつかったって感じる？例えば、単語を覚えるのにすごく時間がかかったりね。それよくわかる。覚えたと思ってもすぐ忘れちゃうんだよね。あと、ネイティブの会話が早すぎて聞き取りが難しいとか。うんうん。僕もついていけないことよくあるよ。そして、いざ話そうとすると自信がなくて口ごもっちゃうみたいな。まさに僕のことだ。みんなもそんな経験ないかな。そう。そこでね、多くの人が最初に陥りがちな落とし穴があるの。落とし穴？なんだろう。てっきりもっと複雑なことかと思ったよ。それはね、文法と単語だけをひたすら覚えること。それって普通じゃないの？僕もそうしてるけど、ほとんどの人がそうしてるんじゃないかな。そう思うよね。もちろん文法も単語もすごく大切。学習の基本だもの。で、だよね。じゃあなんでそれが落とし穴なの？それだけだと生きている日本語を理解したり、使いこなしたりするのが難しいからなの。生きている日本語？どういうこと？そう、実際の会話では言葉の文脈やニュアンスがとても重要になるんだけど、それが抜け落ちてしまうのよ。それはね、単語や文法を孤立させて覚えるんじゃなくて、クリウス、クリッチ？そう、フレーズや会話の流れの中で覚えるってことなの。へえ、どういうことだろ例えば、おはようございますだけじゃなくて、う。うん。おはようございます。今日も一日頑張りましょうみたいにね。なるほど。文脈ごと覚えるのか。それが生きている日本語を学ぶコツよ。じゃあ、いただきますの後に、美味しそうですねって続けてみるとか？その通り。素晴らしいわ、ハルト。おお、なんか会話につながる気がする。そうでしょう？自然と次の言葉が出てくるようになるのよ。これなら僕もできそう。そしてもう一つ、多くの人が陥りがちな落とし穴があるの。まだあるの？なんだろう。それはね、間違いを恐れて話さないことよ。
うわー、それ、僕のことだ。だって間違ったら恥ずかしいし、変な日本語だと思われたらどうしようっていつも思っちゃう。うん、その気持ちすごくよくわかるわ。でも、それが成長の大きな壁になっているのよ。壁か。どうしてなんだろ間違いは学習プロセスの一部だからよ。赤ちゃんが言葉を覚えるときもたくさん間違えるでしょう。う。ああ、なるほど。そう言われるとそうかも。そう、むしろ間違えることでもっと深く学べるのよ。そう。だから間違いを恐れず積極的に話すことが本当に大切なのよ。でも、いざとなるとやっぱりちょっと怖いな。大丈夫。まずは簡単な自己紹介から間違ってもいいから言ってみて。今ここで急に言われても、なんて言えばいいか。練習よ。例えば、私はハルトですって言ってみようか。あ、そうか。私、ハルトです。惜しい。私はハルトですってはを入れるともっと自然に聞こえるわ。なるほど。私はハルトです。お、これなら言える。完璧よ。小さな一歩だけど、この成功体験が自信につながるの。なんか、壁を乗り越えられる気がしてきた。本当にありがとう、みゆ。どういたしまして。みんなもぜひ試してみてね。さて、三つ目の落とし穴は、受動的な学習に偏ることなの。修道的？本を読んだり、動画を見るだけじゃダメなの？僕、それよくやってるけど。それらも大切よ。でもね、知識が頭の中にあるだけで定着しにくいのが問題なの。どうして定着しないんだろ実際に言葉を使ってみる能動的な学習がないと本当に自分のものにならないからよ。う。能動的な学習か。具体的にはどういうこと？話したり書いたりアウトプットする練習のことよ。ああ、なるほど。インプットだけじゃダメなんだ。そうよ。使ってみて初めて知識がスキルになるの。僕、インプットばっかりだったかも。そうでしょう？だからね、解決策として日本語を使う機会を積極的に作ることが大切なの。使う機会？でも僕、周りに日本人いないし、どうやって見つけるの？大丈夫。例えば、日本語のオンラインコミュニティに参加してみるとか。オンラインコミュニティか。そういうのがあるんだ。そうよ。あとは、言語交換アプリで日本人と話す機会を探すのもいいわね。ああ、それ楽しそう。アプリなら気軽に始められるかも。そうでしょう？そして、もっと身近なところだと、好きな日本のドラマやアニメを見て、セリフを真似してシャドーイングするのも効果的よ。シャドーイング。それも能動的な学習になるんだね。そう。口を動かすことが大事なの。なるほど。それなら僕も毎日できそそうよ。小さなことでも続けるのがコツ。う。なんか壁を乗り越えられる気がしてきた。みゆ、なんだか前よりもっと日本語が楽しくなってきたよ。そうでしょう。ハルトの変化、私も感じるわ。自信がついたみたいね。今まで気づかなかったけど、
ちょっとした意識の変化でこんなに違うんだね。本当に驚きだよ。そうよ。文脈で覚えたり、間違いを恐れずに話したり、能動的に使うこと。なるほど。落とし穴を避けるだけでこんなに視界が開けるなんて。そうね。正しい方法を試せば必ず手応えがあるのよ。うん。なんだか壁を乗り越えられた気がする。これなら僕ももっと頑張れそう。素晴らしいわ。ハルトだけじゃなく、みんなもきっと同じように感じているはずよ。諦めずに続ければ絶対上達できるってことだね。僕もそれを実感してる。その通りよ。だからみんなで一緒に日本語の壁を乗り越えていきましょう。さて、今日紹介したヒント、ぜひ皆さんも実践してみてほしいわ。うん。僕たちもこれからも一緒に頑張ろうね、みゆ。もちろんよ。小さな一歩からでいいから、続けてみることが大切だからね。そうだね。僕ももう壁なんて怖くないぞ。その調子よ。そして、もし今日の内容について何か質問があったり、あ、うん。自分の体験談とかもぜひ教えてほしいな。そうね。皆さんの声を聞かせてくれたら、私たちも嬉しいわ。コメント欄でどんどん教えてね。みんなで情報をシェアして、日本語学習の輪を広げていきましょう。次回の Japanese Listening with Miyu もお楽しみに。またね。またねー。